皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーの、カノンです。これは昨日のお話なんだけど、昨日私がスーパーに、またスーパー、その帰りに久々にポストを開けました。そもそもね、あんまり外に行かないからポストを開けようっていう風に思い出すことも数が少なくなったから、あれ何やろうっていう風に思ってみたら、なんとそこにはなんとイギリスの政府からそのコロナウイルスに関する手紙が入ってたんです。生まれてこの方、日本にいた時もそうだけど、政府からメールじゃなくて手紙なんて来たことないから、今日は何が書いてあるのか含め開封していこうと思います。あと2つ目は最近のイギリスについての近況っていうか、詐欺のメールも多くなってきたし、あと私なんと詐欺に遭いました。でそのことについてもお話ししようかなっていうのと、3つ目は最近私が実行したコロナ対策太りをいくつか紹介しようと思います。だから今日はこの3本立てです。それでは行きましょう。シュッ。政府から届いた手紙を開封していこうと思います。よいしょ。10ダウニングストリートってアメリカでいうホワイトハウスから来てる。つまりこれ書いた人はイギリスの首相ボリス・ジョンソン氏です。驚き。ちなみにもう一つ入ってた方は手の洗い方とか、どうやって家で過ごすかとかガイドが載ってます。日付書いてないから正直いつ来たのか分かんないけど、ね、私もうめっちゃ長い間しばらく見てなかったからあれだけど、首相は客観的に正しい情報に基づいて今後も必要であれば踏み込んだ対策を取り、引き続きありのままの情報提供をしていく。皆さんには家にいるルールを守ってもらい、原則無料の国民保険サービスである NHS の負荷を軽減し、不要な死者を減らし、元の生活に早く戻ることができるようにしないといけないと書いてありました。動画の詳細欄に原文を載せているので、気になる人はそちらをご覧ください。ボリス・ジョンソン。これを読む前は私めっちゃ怖いこと書いてあるんじゃないかみたいな。私イギリスに住んでるんだけど、その隣のフランスとかイタリアとかでははるかにイギリスよりも厳しく取り締まってるっていう風によく聞くから、わざわざ手紙を送ってくるぐらいどんな怖いこと書いてあるんだろうって最初はちょっと思ってしまったんだけど、これを書いたボリス・ジョンソン氏自身も退院はしたけど、自分も一度はその感染したうちの一人になったっていうこともあって、いかに差し迫った状況でかつ一人一人に協力してねって風に言ってるのが伝わって、強いメッセージが最後の方にもあって、なんかいいな。でこの封筒を1世帯に1枚かな送るのにしたってお金かかるじゃん。イギリスの国民全員に配ってるわけだから、こういうお金の使い方があるんだなっていう風に改めて思いました。もうすでに退職した医者の人とかナースさんとかっていう人たちも職場に戻って、職場っていうかもう一度ヘルプとして入ってるっていうのはすごい。これは医療現場で働く人たちへ感謝の気持ちを送る一環として、毎日夜8時に拍手や歓声を送っている映像です。私も今までは拍手を送っていたのですが、昨日から初めて歓声を窓の外に向かって大声で叫んでたら、なんとそんな日に限って目の前の家の人に見られていました。なんだかとても恥ずかしかったです。なので今日からは拍手に戻そうと思います。それにしてもクラクションを鳴らしたり鍋の底を叩いたり、イギリスの感謝を送る取り組みはなんだかほっこりしますね。そういえばこれいつ来た手紙なんやろ、ちょっと調べてみよう。数週間前に送られてた手紙なんだけど家にこもりすぎてポストにすらたどり着けなかった。次は最近受け取った何通もの詐欺のメールと実際に詐欺にあったお話をしようと思います。やばくない？税金のあなた税金払いすぎてるから、その払いすぎたそのお金を返しますよと。だから振り込みをするのにそのあなたの個人情報をいろいろ教えてくださいっていうメールが届いたんです。でもよくよく考えてみると、国が私個人にメールアドレスみたいな形で送ってくるかなっていうふうに思ってメールアドレスを覗いてみたら、もう本当にデタラメなメールアドレスから送られてきてたから、これならまだ気づきやすいんだけど、これよりもさらにタッチの悪かったのは、なんと SMS ショートメールで届いた詐欺のメールがありました。そもそもその情報量が少なすぎて、なんかどんなものかわからないから試しにそのページに飛んでみたんよ。でそしたらイギリスの政府のホームページとも超そっくりなメールっていうかホームページで、下にスクロールしてなんかいろいろ見てもかなりらしいように
なってるわけ、いろいろ。でそのサイトをどうやってその詐欺かっていうのを見分けたのかというと、なんとそのウェブサイトの表示自体が SSL 通信での表示ではなかったんです。簡単にその SSL 通信のことを説明すると、そのウェブサイトと私が通信するまでのそのいろいろを暗号化してわからないようにしてくれるっていうのが SSL 通信で、これが HTTP だったの。 HTTP だとそのセキュリティの面で情報が行き渡ってしまうっていうリスクがあるから、それで見分けをつけることができたの。じゃあ実際にその HTTP のサイトで開いた時に何がどんな情報が漏れるのかっていうと、 IP アドレスだとかどんな Windows のバージョンを使ってるかっていう、これぐらいの情報しか向こうは得ることができないから、そこまでは痛くはない。でこれらで言った中よりももっとひどいなっていう風に思ったのが YouTube を装った先のメールでした。私のチャンネルにある問題が起きますと。だからもうその動画は再生されることはありませんと。でこういうことが何度もあるとチャンネルがバンされますよっていう、そのちゃんと本当のね YouTube のルールまでもちゃんと書いてあるの。詳細を見るっていうボタンがあるんだけど、それを押したのね私。そしたらその YouTube のログイン画面が出てきたの。入れるのめんどくさいなっていうか、問題が起こったんだったらじゃあちょっとパソコンで見ようっていう風に見たら、問題なんてなかったの一切。でそもそも問題がないように心がけて作ってるからってしか思わなかったんだけど、もしここで本当に信じてメールアドレスとかパスワードとか入れたとすれば、全ての情報がその人に行くってことなの。変な風に悪用されるかもしれないし、いわゆる乗っ取りが発生するわけ。発生じゃないな。だからこれはこのいろいろ詐欺のあるメールの中で一番タチが悪いっていう風に思ったわ。YouTube 側にちゃんと報告しました。あとは5リットルの消毒液を買おうと eBay っていうすごい大きなネット通販のサイトが海外にはあるんだけど、購入したんだけれども、それが10日経っても来なくって、音信不通だから eBay に今日先電話して調べてもらってます。こういう手が世の中たくさんあるので、もしね同じようなメールが届いたらぜひとも一緒に気をつけていきましょう。お前かわいいな、セールのクマ。ここからはよく最近聞くようになったコロナ太りの私が実際にやってみて効果あったなっていうものをいくつか紹介していこうと思います。一つ目は、ご飯を食べた後や間食をした後、ちょっとしたデザートを食べた後、デザートっていうかスナック菓子食べた後に必ず歯磨きをするってこと。朝起きてすぐに歯を磨いたり、寝る前に歯を磨くっていうのはもちろん当たり前の範疇だけど、例えば間食を食べた後に歯を磨くってわざわざしなくない？チョコレートちょっと食べたりだとか、私が、日本にいた時好きだったのはスコンブとか、あとは魔剣グミってやつとか、あとねるねるねるねとか、あとはひもきゅうとか私のお気に入りなんですけど、ここら辺食べた後って絶対歯磨かないじゃん。でもちょっとしたご飯とかそういうおやつを食べた後に歯を磨くと、なんかまた食べたいと思わなくなるよね。だからそういった意味でも家で取り組む策としてはすごく有効です。今思い出したけど、私今はねもちろんお昼ご飯食べた後はちゃんと歯を磨くようにはなったけど、例えば中学校高校お昼ご飯食べた後歯磨いてる人周りにあんまいなくない？なんか学校の取り組みでこういうなんか食後は歯磨きましょうとかいうので歯磨きをね持って行ってた時期はあったけど、私の周りはいなかったわ本当にご飯食べた後ってお昼休みだから、お昼休みの後って必ず遊びに行かない？もちろん人によると思うんだけど、中学校の時は私運動場に行ってなんか鬼ごっことか何歳だよ話は戻して、学校にいる間っておやつとか食べないから、そういう間食とかっていうの心配はないんだけど、家に行ったら目の前にあったら食べてしまいたくなる、そういう気持ちを抑えるのにもおやつでも食後は歯磨くっていうのがすごく効果的です。2つ目は自分の基礎代謝を知るということ。基礎代謝って自分が何もしてなくても消費されるカロリーのことなんだけど、家にいて運動する通勤とか学校に行く通学の時間とかただでさえ減って、クラブ活動ある人だったらそういうのもどこか行けなくなっちゃって家にいる時間が増えたと。そうすると今まで食べてた量を同じように食べていってしまうと、自分の基礎代謝よりも多く摂取してしまうとそれがまた太っていくことになるから、そのご飯の加減を知るためにも基礎代謝っていうのが知っておくと便利です。ここだけの話、人と会ったりとか喋ったり外に行くのが好きで、それができなくなってしまうと本当にストレス溜めてしまって、さっき言ったような基礎代謝よりも多く食べた時期があったんよ。じゃあ家で何するのって言ったら、なんかそういう映画を見るんだけど、その映画を見てもう感動するとみたいな、もう動物系の映画見たらもう必ず泣いちゃうもん。で泣くじゃん。で次の日顔パンパンになるじゃん。そのまま動画を撮ったらすごいいろいろ言われたわ何話してたっけ。
3つ目が家にはいるかもしれないけど部屋着を着ないということです。外に出ずに自粛ってなると家にいる時間が増えるじゃん。で家にいるってなるとやっぱリラックスしたいから部屋着をね、部屋着とかゆったりした服を着る人多いと思うんですけど、私みたいなパジャマではないけど、それに近いぐらいのゆるっとした服着るんだけど、それをしてると気持ちにメリハリがなくなってしまって身体ともに良くないんよ。次は体重計に乗ること。これをね言わんでもわかるわな。次はおしゃれをするということ。おしゃれをするって言っても家の中とかじゃなくって生きてたら1日1回絶対外に出ることあるじゃん。もちろん人によるかもしれないけど、私だったらスーパー行くがてらにちょっと遠回りして家に帰ったりだとかっていうことをしてるんだけど、スーパーに行くって普段おしゃれせんくない？むしろさ、もう全然ありのままよね。ありのまま。今ただでさえこんな時だから、ちょっとでもね気分を上げるためにちょろっとねスーパー行く時におしゃれをして、帰ってきたらさっきまでかぶってた帽子とか、虚しく置くんだけど、それでもなんかおしゃれしたなって風に思うと嬉しくなる。次はゆっくり噛むということ。フランス料理のコースみたいに、あれってもう本当に盛られてる一つ一つの皿がもうちっちゃいじゃん。でそれがもうゆっくりと出てきて、しかも何枚も出てくるじゃん。あれってなんかもう真ん中あたりぐらいになったらもうやばいお腹いっぱい、もうあと3皿も無理みたいにならん？特にこのロックダウンが始まってから最近はよくやってます。もし他にもなんかコロナ太りにいいようなこととかあればぜひともコメントで教えてください。そもそもコロナ太りに一番いいのは運動だと思うんだけど、出れないじゃん。私の今住んでるところめっちゃちっちゃいからね、もう机の周りぐるぐるしてるもん暇かよみたいなね暇だよ。ちなみにこのろうそく、なんかイギリスのどこだったかな、植物がたくさんあるキューガーデンっていう有名な観光地があるんだけど、そこで買ったろうそく、レモングラスの香りなのね。これのね金額いくらか当ててみて。なんとその金額、このアホみたいなちっちゃいこのろうそくよ、12.5 ポンドだからだいたい1500円ぐらい。高くない？その当時のレートで言うとそれぐらいなのよ。今はちょっとねポンド落ちたからあれだけど、いや高くない？こんなろうそくポッチに1500円だからね、ろうそくとして使わない。走馬灯見ちゃダメや。